ストレシープが去年の8月で1年弱ぶりにはなるんですけど、ストレシープの時はライブツアーがなかったんで、ストレシープは終わったことではあるけれども、若干その気分を引き継ぐっつうか、あんま終わってねえなと思うようなこともありながら、なんとなく制作をしていたらこのくらいの時間が経ってしまったっていう、そんな感じかもしれないですね。米津玄師は今年の3月で30歳になった。30歳になって、でも30になったからって言って何かが劇的に変わるみたいなことは特にはなくて、その日を境に身体構造がぐわって全部作り変わるみたいな、そういうことが人間にとって起こりうるんだったらまた変わったとは思うんですけど、結局29の自分も30の自分も地続きであって、それは自分で意識し直さなければならないというか、で自分の意識としてはずっと変わらないままいったとしても、それを受け止める周りの人間は違う扱い方をすると。でそれは年齢に関わらず立場としてというか、ミュージシャンとしてどういう風に見られているのかっていうのはやっぱ長くやっていけばいくほど変わっていくだろうなと思う。その齟齬みたいなものを自分でいかに把握できているのかなっていうことは最近はすごく考えるようになって、あんまりシリアスに考えすぎないようにしようっていう。ストレシープはだいぶシリアスもシリアスというか、ストレシープってタイトルだからそうなんですけど、何かに対して迷っていたりとか、もろもろの食材みたいな、食材通貨、罪の意識みたいなものがあって、そういうたまったものを一回アルバムにすることでしか前に進めないような状況っていうのが自分の中に明確にあったんですよね。それをアルバムを作ることによってどっか浄化できたような気がして、そっからは割とカジュアルに面白ければいいでしょうみたいな、そういう身軽さを獲得しつつあるのかなっていうような、30歳になってまだ 1,2 ヶ月ですけど、少なくとも今はそういう状況かもしれないですね。ペールブルー。ずっとずっとずっと恋をしていた。ラブソングをアルバムを作る前からとにかくラブソングってものに一回向き合ってみたかったっていうのがあったんですよね。真っ向からラブソングっていうものを作るぞっていう、自分の姿勢の問題というか、結果的にラブソングになったなっていうことは今までに何度もあるんだけれども、一回自分で腰を入れてラブソングをよし作りましょうみたいな、そういう意識で作ったことがおそらくないような気がしていて、でも去年とか一昨年のことすらあんま覚えてないから過去にあったかもしれないですけど、少なくとも今はそういう気持ちでいる状態だったんで、アルバムを作り終わったタイミングでリコカツっていう今放送しているドラマからオファーがあって、これはいいタイミングだなっていう、ありがたい話だし、それなら一度そこに乗っかるというか、同じ熱量で広く届けるものを作ろうじゃないか。最初はそういう感じで、この想いは何、あなたが見据えた未来に私もいたい。鼻先が増えるくらいにあなたを見つめたい。張り裂けるほどの痛みを叫びたいのに、私あなたに恋をした。花束と一緒にずっとずっと
していた。離婚から始まる恋っていうコンセプトで、なんかそのワードが面白いなと。まあ離婚ってその別れもあれば、離婚から始まる恋、その未来に向かって育んでいく愛情みたいなものが2つ同居してて、なんかその両義性みたいなものがすごく面白いなと思ったんで、それにのっとってこれから始まる恋の歌にも別れの歌にも聞こえるっていう、そういう音楽を作れたら面白いんじゃないかなとなんとなく考えながら作っていった結果、こうなったっていう感じですね。こうなったっつう中にもめちゃくちゃいろんな紆余曲折があって、だから一番大変でしたね、この曲を作るのが今までの人生の中で。まあ肩に力がめちゃくちゃ入ってたっていうのもあるんだと思うんですけど、恋愛って何なんだろうなみたいな、当たり前のようにみんなそばにあるものとして恋愛っていうものを扱っているけれども、じゃあその本質的な部分って一体何なんだろうっていうことを考え出すと止まらなくなって、それは、すごく難しかったんですよね。それをクリアしないことには真っ向から向き合ってラブソングを作るっていうのに支障をきたすというかで、なんかいろいろ考えた結果、まあその離婚、いわゆる失恋というか、それはすごく恋愛において本質的なものなんじゃないかなっていう、そういうことを思い始めたんですよね。ひとたび恋愛対象となる人間とこうバッと出会ってしまうと、その瞬間にこう半身をもがれたような気持ちになる。自分の人生には初めからこの人が足りなかったというか、その人がいて初めて子として成立するような気分になる。それは錯覚だとは思うんですけど、一人でいることをとことんまで実感させられるような体験だと思うんですよね、恋愛っていうのは。で、恋愛のもっと言うと恋の部分というか、恋と愛はまあ俗によく言われるけれども結構違うというか、その恋の部分にフォーカスを当てたかったんですよね。恋とは何ぞやっていう話にもなってくるんですけど、まあなんかこういう話するとね、すごい恋愛マスターみたいな感じになってくるのすげえ嫌なんですけど、全然そんなことないし、自己啓発みたいな、なんかそういうそういうニュアンスになってくるのが本当に嫌だから言葉を選びたいんですけど、要は恋の本質は失恋なんじゃないかっていう、その半身をもがれるような気分になる。だからこそものすごくロマンチックにもなるし、ナルシシズムみたいなものも抱く。世界では自分とあなたしかいないんじゃないかみたいな、そういう古代妄想というか、ある意味こうくだらない感情というか、下品とさえ言ってもいいかもしれない。とにかく私はあなたのことが特別に思っています。だからあなたと近づきたいですっていう、こう相手に要請する力なんですよね。突き詰めて考えると、相手のことは至極どうでもいいというか、自分がどうしたいか、自分が相手に近づくためにはどうすればいいかっていうことしか考えない、そういう盗作状態を恋と呼ぶのではないかなっていうふうに、なんとなく思ったんですよね、個人的には。で、それを音楽に昇華するためには、やっぱそういう状態っていうのを今一度再現しなければならなくて、いろいろ考えながら音楽を作っていると、どうしてもこう抽象的な表現だとか品のいい表現っていうんですかね、まあ頭で考えるとどうしてもそういう風になっていってしまうというか、でそれで何曲か作って、いややっぱこれは違うな、なんか上品だなと思うことがすごく多くて、作り上げたのをぐちゃ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 ポイっつって捨てて、で下品な下品言うのもなんかいい下品悪い下品っていうのもあるとは思っていて、恥じらいの感情ってすごく下品だなって思う瞬間があって、要は本当にこ
自己と他者の境界がなく、なんだろうね、平気で人の前で鼻ほじったりだとか、手でわしづかみにしてガーッとこう野生味あふれる、とにかく欲望に忠実な人間って、人間じゃなくてもいいですけど、その様っていうのはそれはそれでなんか神聖さを帯びるんですよね。なんか中途半端に恥ずかしさを抱えている状態って一番いいんだなって思う瞬間があって、そういう意味で言うとこのペルブルーっていう曲にたどり着くまではそういう状態だったような気もするんですよね。こう中途半端に恥ずかしいな、恋だとか愛だとかを本気でこうやってるのってすごくみっともねえなみたいな気持ちがちょっとあって、ね、それによってできたものっていうのがやっぱ悪い意味で下品というか、自分が追い求めていた神聖さを帯びた下品さではないという、そういう感覚もありましたね。とにかくもう自分を見てください、自分はどれだけあなたに恋心を抱いてるかっていうことを表現するためにはやっぱパンツ履いてちゃいけないというか、もうこれが全部私の体ですっていう、そういう感情になるまで自分を持っていかなきゃならなくって、それによって獲得できる、下品であればあるほど獲得できる上品さっていうとこんがらがるような言い方ですけど、それを習った部分っていうのはあったかもしれないですね。年齢を重ねてくると難しくなるっていうのはあると思いますね。昔は自分のやってることが世界で一番美しいと思ってたし、でそれは未だにそうではあるんですけど、やっぱ昔は顧みないじゃないですか、自分のことも、ね、やってることとかね。ふと冷静になってみると自分の心情だとか感情だとかそういうものを言葉にして、それに音楽をつけてステージの上に立って歌うってなんか常軌を逸してるというか、やっぱ頭おかしいなって思う瞬間があるんですよね。やっぱ年を取っていけばいくほどそういう向こう水な感情っていうのはどんどん隅の方に追いやられていくというか、理性が働くようになっていく部分っていうのがあるんで、年を取れば取るほど難しくなるだろうなっていう、30手前で30になるそのタイミングで改めてそういう主観的な芸術としての音楽っていうものに再び向き合うっていうのはすごくいい体験だったなっていうふうに思いますね。夢うつつ。夢うつつはペルブルーより前なんですけど、ニュースゼロっていう報道番組に、以前から何度かインタビューという形で出させてもらっていて、それのテーマソングというかそういうものを打診されたというか、自分にとってもその報道番組のテーマソングっていうのはやったことがないことだし、それがどういう風に響いていくのかなっていうのは自分でものすごく興味があったんで、そういうところから作り始めたっていう感じなんですけど、ニュース番組なんで一定のストーリーがあるわけではないというか、ストーリーがあるとすればその日起こった事件だったりいろんな事件があるとは思うんですけど、生活ですよね。日本の国の内外そうですけど、今この世の中はどういうふうに回っていて、どういう圧力だったり、そういうものが存在しているのかっていうのをそのまま中立として報道するっていう、基本的にはそういうもんだとは思うんですけど、それにこう音楽を当てるっていうのはやっぱポップスとしてすごく挑戦だなというふうにも思うし、本当ここ 1,2 年はとんでもないことになっていて、令和っていう言語が変わったそのタイミングから内閣をとんでもないことに巻き込まれているような、そういう実感っていうのが、以前からあったんですけど、残酷なまでの現実としての異質があって、どうしてもそれは目をそらせないものである
生活を生きる上でやっぱどこまで行っても他者とつながらなければ個人で生きていくことはできない、そういう生き物だと思うんで、人間っていうのは。だからいろんな残酷な日常っていうものがね、すぐそばにある中で、じゃあどういうふうに個人として社会的に調和を保ちながら生きていくことができるかっていうと、やっぱどっかほんとごく個人として成立するような空間っていうものが絶対に必要なんだろうなっていう、ね、それを俺は夢っていう表現をしたんですけど、とにかくこう夜寝る前にまぶたの裏で空想するような、誰も傷つかないようなで、ただひたすら自分にとってだけ都合のいい空間だとか、そういうインナースペースみたいなものをまず最初に大事にする。それは非常に閉ざされた空間だと思うんですけど、そういう閉ざされた空間があるからこそ、その一歩外にある人間と調和を保つっていう、そういう気分になれるんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですよね。なんかこう今の時代は開いていこうとする、多様性を認めていく。でそれはとても良いことだと思うし、そういう世の中になっていけばいいなというふうに思うんですけど、でも堅くなにそれにしか目が向いていなくって、回り回ってその多様性を毀損するような、それを認めないものは全てくだらない、全て人間として劣っているだとか、そこまでこう辛辣な言葉で表現している人間はなかなかいないとは思うんですけど、でもそういう空気っていうものを感じる瞬間はすごく多くって、とにかく開いていけばいくほど良いっていうものではない、閉ざされた空間だとか、ある種その劣悪な空間みたいなものにもそれはそれなりの理由があって、そういうところでしか生きられない人間っていうのもやっぱ明確にいると思うんですよね。これは今までの自分の人生を振り返ってみてもいろんな反省点があるんですけど、やっぱ自分はポップスを作る人間として、知名度がどんどん上がっていくというか、大きなものになってきたわけですよ、日本の中では。ね、そういうふうに自分だとか自分の音楽が大きくなっていくにつれて、やっぱ過剰な思いやりを抱いてしまう節があったというか、なんと言ったらいいんだろうかな、その自分はここまでやってきた、本当にマイノリティなところから自分がこんなポップソングを作るね、いろんなステージに立ってスポットライトを浴びて歌を歌うような人間にここまでなるとはやっぱ想像できなかった部分もあるんですよね。こうなりたいとは思ってたんですけど、でも昔の自分を知ってる人間になったら、まさかあいつがみたいな、そういう人間だったんですよね、昔は。それがいろいろ自分の努力だったり環境だったり、そういういくつもの積み重ねの結果、自分はここまで来ることができた、ここまで来ることができたんだからお前たちも頑張れよっていう、そういうこうある種の過剰な思いやりみたいなものがあって、とにかく会計は全部自分で済ますみたいななんだろうな、自分は金持ってるから全部いいよ俺が払うよみたいなね、それによって割り勘でやりたいと思ってるのに、その全部払われたら相手の尊厳まで傷つけるような形になってしまう。お前に金を払われる筋合いはない。簡単に言うとやっぱそういうことで、余計なお世話というか、そういう余計なお世話を焼く人間にいつしかなってる自分っていうものを発見して、それは非常に悪しきマッチョイズムというか、自分がそういう状況になってるっていうことに気がつかなかった何年間っていうのがあったんですよね。そういう自分の状況に対する反省というか内省というか、
そういう意識も秘めつつっていう曲には忍び込んではいるというか、自分は結構天の弱な人間なんで、エゴもあるしいろんな野心もあるし、そういうものと折り合いをつけながら、しかし自分の音楽を聴いた誰かが何か豊かなものを持ち帰ってくれるようなものを作るべきだっていう、それは明確にはあります。だからそのためにはやっぱ今の世の中の倫理っていうのはどういうものなのか明確にちゃんと知っておく必要がある。倫理的な自分とそういうしたたかな自分っていうものを両方自分の中にちゃんと持っていて、両方から目を離さない、それを頭で考えて、そこからこぼれるものを大事にするというか、それは非常にポップソング的な所作なんじゃないかなって自分では思っておりますけど。雨が晴れるような身軽さが君に宿り続けますように、抜け殻の蛇も気づきはしない日々の隙間でお休み、君が安らかな夢の中眠り続けられますように、あんな姿じゃいられない、子供みたいなまま錆びつかれて、それじゃまた明日。死神。死神は本当にもう自由に作りました。ペールブルーで夢をつつっていうのがタイアップというか、そういう外に目が向いた音楽だったんで、最後の曲くらいはとにかく自分の好奇心とか自分の留飲を下げるだけの曲なんかそういうものを作りたいなっていうふうに思ったので、死神っていうのは落語の演目なんですけど、近年落語が好きで、死神面白いなで、アジャラカモクレンテゲレッツのパーっていう、人によってはそのアジャラカモクレンとテゲレッツのパーの間にその人特有のなんか言葉が混じるんですけど、でもなんかその響きがすごく面白くって、アジャラカモクレンテゲレッツのパーっていうのが音楽になった時にどうなるんだろうっていう、ただその興味だけで作り始めた曲です。アジャラカモクレンテゲレッツのパー、じっとこんがらがって目がくらんだだけなんだわ、そんなけったいなことばっか言わんでおしゃしたってや、日が消える日が消える夜明けを待ったぜ、面白くなるところだったのに、和芸っていうものにすごく興味がある。自分はあまりべしゃりが達者な人間じゃないんで、それに憧れる部分とかあるんですよ。ニコニコ動画とか見てた時も、ゲーム実況とかってそういう側面があるじゃないですか。べしゃりでどこまで見せるかみたいな、ゲームがあるっていうのは大前提ですけど、やっぱそういうことをごく当たり前のようにやれる人間っていうのが本当素晴らしいなっていう意識があって、落語もそのうちの一つというか、なんかね MC で一回落語しようかなみたいなふうに思ったりとかしたんですけど、あまりにも俺には荷が勝ちすぎるというか、それだったらもう普通に音楽にすればいいんじゃないかなっていう、それで死神っていう曲を作り始めて、で死神は本当自分の興味のキメラみたいな曲になってて、聴く人が聴けばわかると思うんですけど、いろんな要素がいっぱい入り込んでいて、そのうちの一つに足音が入るんですよね。その最初から最後ケツまで全部カッ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 っていう足音が入ってて、それも自分の興味の一つで、
北野武の「その男凶暴に好き」っていう映画があって、その映画ってひたすら歩いてるんですよ、武がずーっと歩いてて、なんかそんなに歩く必要あるみたいな。でもそのなんかこう不思議な意味があるのかないのか分かんない、でもとにかくさまようように歩くっていう、それがなんかかっこいいんですよね。でその歩いてるコツ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 っていう音をサンプリングして、それをビートにして音楽作ると面白いんじゃないかっていう、そういう興味もあって、結果的に撮り直しましたけど、音は自分でスタジオにベニヤ板弾いていろんな靴持って行って、でレモンの時に使ったハイヒールとかも持って行っていろいろ撮っていく。なんかそれもすごく面白くって、自分はこういうの好きだったんだなっていうのを発見ができたんですよね。昔なんか20歳ぐらいの頃に IKEA に家具買いに行ったんですけど、その時にこうバケツがいっぱい陳列されてて、そのバケツをなんかこうコン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 つって叩きまくってて、このバケツいい音鳴るなみたいなことやってたらすっげえ怒られたことがあって、やっぱ原始的な音足音だったり、そのバケツ叩く音だったり、そういう原始的な音にすごく興味があるんだなっていうのに、死神のレコーディングをしてる時に改めて再発見したというか、最後にこうろうそく吹き消す音とかも入ってるんですけど、ふっつって、それもろうそく用意してもらって、でいろんなろうそく火つけて吹き消したりしたんですけど、それも発見で、火を吹き消す音っていうのが明確に存在するんだなっていうのを知ったんですよね。やっぱろうそくの太さだとか、アロマキャンドルとかでも試したりしたんですけど、そのキャンドルのこの縁にこう息が反響する音だとか、そういうので塩梅が変わってくるんですよ。やっぱ火ってこう何か燃えていて実体のない揺らめくもの、そういうイメージがあるんで忘れがちになっちゃうんですけど、でも火自体もやっぱはためく物質であるというか、それを吹き消す音っていうのも明確に存在するんですよね。でいろいろ試した結果、ケーキのろうそく、すごいカラフルなすごい細いチャッチろうそくなんですけど、それが一番いいっていう結果に至ったのが、すごく興味深いなっていう、なんかあの曲のレコーディングがそういうので満たされていて、すごく至福な時間でしたね。ユーモアって大事だなっていう、ユーモアって音楽に非常に重要というか、音楽の本質の一部だと思うんですよ。どれだけユーモアを持ってどういう視点でものを見つめるかっていうのが、だからユーモアとアイロニーっていうのが音楽の本質の非常に大きな部分を占めてると思うんですけど、そのうちのユーモアっていう部分にここ最近はすごくフォーカスを当てることが多くって、やっぱどんどんシリアスに重たく生きていくっていうのが、これは今のご時世的にもそれはあんまり意味のないことなんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。必要な重たさとかシリアスさっていうものは絶対にあるはずだし、それに付随して回る怒りだったりとか自分の意思表明みたいなものは、それは絶対に必要ではあるんだけれども、そればっかりで回ってる世の中っていうのはそれはそれで不健全だし、そういう何かを斜めから見るヘラヘラするような側面っていうのが実はものすごく重要なんじゃないかなっていう、重たい残酷な日常があるからこそ、やっぱそういうものがないとそれを乗り越えられない、それもまた事実だと思うんで、今自分のモードとしてはやっぱそれをどれだけ笑い飛ばすことができるか、それは自分の次のフェーズなんだろうなと思いながら今は音楽を作ってますね。ジャケットは米津本人がイラストを手掛けている。ジャケッ
トを書く時って毎回そうなんですけど、もう音楽を作るのに必死すぎて結構忘れてるんですよ。そのジャケットって書かなくていいじゃないですか普通は絵を描かないミュージシャンは他の人が担ってくれる分野なんで、だから自分も音楽作ってる時はミュージシャンだっていう意識があるんで、もうずっとその音楽を作ることに必死になってやっていって、でミックスが終わってマスタリングが終わって、あよく出来上がった、よかった、あれまだあるなっていうなんかそういう感じになるんですよ毎回。でその中でほんと真っ白な空間にこうポンとこう投げ出されるような感覚というか、その中でしまったのどうしようと思いながら、こうずっとそのペールブルーっていうのをエンドレスで流しながら筆を走らせるっていう、毎回そうなんですよね。だからここに何か緻密な設計図があったかって言われるとそれは全くなくて、とにかくあの曲を聴きながら手が動く限り作っていったらこうなってしまったっていう、本当それでしかないんですよね。後になってそれにこう自分でこういうことだったんじゃないかなというふうに説明つけるとしたら、やっぱ恋に落ちる瞬間っていうことなのかなっていう、まあ人間がこうちょっと瞳孔が開き気味で口が半開きになっていて、ボーク彩色で彩られたジャケットっていう、それはやっぱこう恋に落ちる瞬間ってこう雷に打たれるような、パッてドアを開けたらそのドアの目の前に対象が立っていて、っていうなんかその瞬間がやっぱ描きたかったんだと思うんですよね。やっぱそれはすごくビビッドな体験だと思うし、その一瞬でこう自分の人生観みたいなものがぐるっとこうひっくり返るような、自分がもう本当出がらしになってしまうような、そういうエネルギーが恋愛ってものにはあると思っていて、だからサイケデリックでなんかラリってるんじゃねえかみたいな、だ盗作状態だと思うんですよ、恋愛にとらわれてる状態っていうのは。一時の錯覚というか、だからこそ美しいし、だからこそくだらなくもある、そういうものを表現するとなると、やっぱこういう形にたどり着くしかなかったんだろうな、結果あるんですけど、言葉で説明するのはそういう風に言えるんじゃないかなっていう感じですね。ペールブルーはパズルがついているパズル板とジャケットにリボンがかけられたリボン板が作られた。そもそもそのリコカスっていう物語の流れをなんとなく要約すると、順序が違うんですよね。ごく当たり前の恋愛の活動っていうのは、まず最初に出会いがあって、でそこから恋愛っていうものがあって、でそれで結ばれる、でそこから結婚に至る、でたどり着く人はそこから先に離婚があるっていう、出会い恋愛結婚離婚っていうそういう順序だと思うんですけど、リコカスの場合は順序が違って、出会いがあってそのすぐ後に結婚があるんですよね。で出会い結婚離婚恋愛なんですよ。だから恋愛のこう立ち位置が違うんですよね。俺はこれはイカみたいだなって思うんですよ。軟体動物のイカは胴体があって頭があって四肢があるんですよね。でそれ以外のおおよその生物っていうのは頭があって胴体があって四肢がある。だからその胴体のこの順序が違うっていう、俺イカドラマだと思ってるんですけど、そういうものをこう何らかしかでこう CD として表現できないかみたいなことを考えたりしていって、で結果的にまあイカはやばいだろうっていう話になって、まあ分かりやすくその壊れてしまったものを修復するっていう、バラバラになってしまったピースをこうはめていくことによって元の状態に戻していく。でもそれは決して、バラバラになる前の状態ではないっていう、その、パズルなんで組み上がったところでその切れ端すらなくなることはない、元の一つの完全なるまっさらな状態に戻るわけではないっていう、そういう状況っていうのをやっぱ
表現するにはパズルっていうのがすごく一番いいんじゃないかなっていう。プラスそのリボン版っていうのもあるんですけど、リボンっていうのはもう結ぶものじゃないですか。ほどけてしまったものを結ぶっていう、離婚そして恋愛で元に戻るのか戻らないのかっていうのはまああれですけど、そういう経緯を表現するにはやっぱパズルとリボンっていうのがすごく難しいんじゃないかなっていう、そういう意図ではありますね。今回の作品にはペールブルーフレグランスという香りの特典も。まあ香りはもう今ストリーミングの時代だし、ね、インターネットを開けばネットフリックスだったり、そういうものでエンターテインメントが全て画面の中で完結する、そういう時代になってるわけですけど、その中で一番やっぱ画面の中で完結できない情報って何なのかって考えると、やっぱ匂いというか、で匂いっていうのはやっぱ強烈な記憶の定着をするすごく大事な五感の一部だと思うんですよね。ふっとこう香ってきた匂いによってその匂いと似た何かを思い出す瞬間ってあったりするじゃないですか。ポップコーンの匂い嗅ぐと映画館のことを思い出すし、ふわっと香ってきた香水の匂いとかで昔の同じ香水を使ってた誰かのことを思い出す。それぐらい匂いっていうのは強烈な五感の一つだと思うんですよね。それを CD ってものを作った時にそこに組み込むことによって今この時代に CD を作るっていう強烈な意味の一つになり得るんじゃないかなっていう、それは本当刹那的なずっと永遠に香り続けるものではないんで、今回つけたペールブルーフレグランスっていうのはそういうこうかすかな記憶に、一時期の刹那的な記憶になるかもしれないけれども、でもそれはすごく体験として強固なものになるんじゃないかなっていう、そういう意図はありますね。なんかフィジカルとか作る時ってやっぱ前例を探しちゃうんですよ。いつかのミュージシャンがこういうことをやっていた、じゃあそういうものと同じようなことをやろうみたいな、そういう意識にやっぱどっかでなっちゃう。でそれは結構貧しい発想なんじゃないかなっていうふうにすごく思うんですよね。そうじゃなくて、もっとこう自然に存在するもの、それこそイカでも何でもいいし、で遠い存在ではあるけれども共通点があるものっていうのが、やっぱそれを見つめていくっていうのはものすごく大事なことであって、それはやっぱフラミンゴの時とかもすごく思ったんですけど、やっぱフラミンゴってものすごく美しくて優雅なものだという意識があるじゃないですか。でもよくよく見てみるとめっちゃ気持ち悪いんですよね。フラミンゴって目ひんむいてるし、足もすげえもう細すぎてポキって折りそうな感じがする。それはこうランウェイを歩いているパリコレのモデルとかと似てるんですよ。美しいものっていうパッケージで見るから美しいと思うんですけど、よくよく見ると頭身めちゃくちゃ気持ち悪いし、やっぱ美しいものって基本的に本質的に気色の悪いものなんですよ。それをこう美しく表現する、そのランウェイを歩いたりスポットライトを浴びる人間のその奇妙さっていうものを表現するためにフラミンゴっていうのがものすごくよくって、そういうこう共通点がありそうでないものっていうのをいかに見つけることができるかっていうのが創作の根本である。そういう意識がすごくあるんで、とにかく縮小再生産をするのではなくて、音楽から影響を受けて音楽を作る、映画から影響を受けて映画を作るんではなくて、それって結局 JPEG の画像をアップロードされたやつをダウンロードして、それをまたアップロードしていって、こうガビガビになった JPEG 画像みたいにしかならないんですよ。そうじゃなくて、もっと別のところから持ってきて、それをこう自分の中で転換させて、それを表現するっていう、そういう回路を一つ持っておかないと多分残っていくものは作れないっていう、そういう感じですね。